絶望に次ぐ絶望展開が続く僕のヒーローアカデミア。今回は物語が大きく動いた385話の解説と今後の展開について考察していきたいと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。この動画を見終わった時あなたは堀越先生どこまで伏線張ってたんだよと思っていることでしょう。それでは行ってみよう。最終決戦って今はどんな感じになってるの？まだ各地で戦闘が行われているものの最も重要な局面はオール・フォー・ワン追撃戦です。信楽と合流して完全に意識を乗っ取りたいオール・フォー・ワンとそれを阻止しようとするヒーローたちの戦いだね。群賀山荘跡地で一度はエンデバーに敗れたオール・フォー・ワンでしたがエリちゃんの個性を封じ込めた薬によって肉体が巻き戻されどんどん若返っていくオール・フォー・ワンは黒霧が転送してきたダビとトゥワイスに変身した戸賀卑弥呼がヒーローたちを足止めしている間に信楽とデクが戦っている戦場に向かおうとするオール・フォー・ワンをホークスと常闇がブラックシャドウで食い止めているところにギガントマキア防衛戦に参加していたマウントレディ率いるヒーローたちと神宗が洗脳したギガントマキアが合流。さらに夜嵐稲佐と止血のヒーローたちが加わり怪獣大乱戦が勃発しました。全解放されたダークシャドウ、武装したマウントレディ、オール・フォー・ワンに反旗を翻したギガントマキア、最強戦力が集結してるんだね。体が巻き戻り続けるオール・フォー・ワンを少しでも足止めできればそのまま消滅してしまうことを見越して必死に殴り続けるマウントレディたちでしたが突如オール・フォー・ワンの個性が覚醒。マウントレディとギガントマキアに重傷を負わせ光を束ねたレーザーでダークシャドウが消滅。レーザーから常闇を守るためホークスが常闇の盾になるも防ぐことはできずホークスと常闇は重傷を負ってしまいます。オール・フォー・ワン強すぎるよ。オール・フォー・ワンの圧倒的な力によって全滅してしまったヒーローたち。常闇のダークシャドウをオール・フォー・ワンが奪おうとした瞬間ミネタが立ち上がりオイラの個性を持っていけ素敵な髪型になれるぞと虚勢を張るも巻き戻り続けるオール・フォー・ワンは1分1秒も惜しいとつぶやきその場から飛び去りました。ミネタくんなんてかっこいいんだ。場面は変わり止血高校へ避難しようとするシェルターでも異変が起こります。オール・フォー・ワンのスパイだった田島とミハエラが潜入していたブロックだね。ここには轟家や早稲垣省の子供たちが避難しておりヒーローたちが全滅した報道を聞き不安が広がっていく中田島が暗躍し避難を妨害していました。田島もオール・フォー・ワンの役に立たないと殺されるって分かってるから必死なんだよね。警護に当たっていたガンヘッドや剣道5日鉄鉄が田島を確保しようとするも爆発が起こり天井が落下。一般市民に危害が及びそうになった瞬間助けに入ったのはヒーローを引退したはずのデステゴロでした。どんなに諦めたと思っていても体が勝手に動いてしまうデステゴロは本物のヒーローだよ。田島は確保されたもののまだミハエラは姿を見せておらず避難民の危機はまだ去っていません。場面は上の句に移りダビとの戦いで満身創痍になりながらもまだ諦めていない轟ショウトとそれを支える飯田天やその様子を影から見ているステイン真のヒーローたちが視力を尽くしている姿に理想のヒーロー社会を望むステインは何を思っているのでしょうか。オール・フォー・ワンが恐怖で日本を支配したことでステインが掲げていた真のヒーローだけが残る社会になってるからステインがどう動くのかが鍵になりそうだね。物語が大きく動いた385話でしたが気になるポイントを整理していきましょう。オール・フォー・ワン追撃戦の決着と避難シェルターそしてステインまで登場したからかなり物語が進んだ気がするよ。一番気になるのはホークスが言うまだ希望はというセリフです。避難シェルターが止血高校に到着していないっていうのを思い出しながらまだ希望はあるって言ってるよね。ホークスの様子から考察するとユーエイの避難シェルターに希望が残されているということではないでしょうか。シェルターにはガンヘッドや剣道ちゃん鉄鉄がいたけどみんな格闘系の個性だからオール・フォー・ワンに対抗できるヒーローじゃないよね。おそらく避難民に危害が及ばないように格闘系個性のヒーローで警護されていたと思われるのですがガンヘッドや鉄鉄など
戦力的に十分なヒーローたちが戦場に駆り出されていないのは違和感を感じませんか？確かにガンヘッドはお茶子の師匠だから相当強いはずだし、鉄鉄も炎耐性あるから旅戦やタコバ競技場に派遣されていてもおかしくないよね。逆に考えると、この避難シェルターにはベテランのヒーローを配置して守るだけの価値がある何かがあるとも考えられないでしょうか。それはつまりどういうこと？結論から言うと、このシェルターにはエリちゃんが避難していると考察しています。なるほど、エリちゃんがいるシェルターだったら守る重要性は高いよね。ホークスが避難シェルターを思い出しながらまだ希望はあると思っているということは、戦力的なものではなく、この絶望的な状況をひっくり返せる何かがあると考えて間違いないでしょう。そして唯一この絶望的状況を打開できるとすれば、エリちゃんの巻き戻しの個性です。エリちゃんがいれば重傷を負っていても全回復できるっていうのはデクで証明されているから、巻き戻しの個性がコントロールできるようになったエリちゃんがいればエンデバーを復活させれるかもしれないもんね。シェルターが止血高校に向かう予定だったということは、関西方面に向かっているはずなので、エンデバーがいる群河山荘跡地からもかなり近いところに来ているはずです。ホークスが一番信頼しているヒーローがエンデバーだから、エリちゃんの個性でエンデバーが全開すればまだ戦えるって思っているのかもしれないね。ここにいるため群河山荘まで来るには時間が足りません。エリちゃんと合流するにも、エリちゃんは避難シェルターにいるのでそこに向かったというよりは、信楽と村とデクが戦っている戦場の近くでオール・フォー・ワンを迎え撃つ準備をしている可能性の方が高いと思われます。でもさ、エンデバーが復活しても正直今のオール・フォー・ワンに勝てると思えないよ。確かに今のオール・フォー・ワンを相手にエンデバーだけでは太刀打ちできないでしょう。そこで重要になってくるのがステインの存在です。ステインが鍵になってくるってどういうこと？上の句に現れたステインですが、このコマをよく見るとジェット機のようなサポートアイテムが映っています。ほんとだ、翼が生えたジェット機みたいな機械があるね。上の句は神奈川県近辺に位置しており、レディー・ナガンが東京のセントラル病院の屋上から空飛ぶ UA 高校で戦う信楽と村を狙撃している位置関係から見ると、 UA は関東周辺まで来ていることが推測できます。レディー・ナガンが目視できるくらいの距離まで来てたから、セントラル病院から100キロ圏内くらいには来てそうだよね。また天地北巻が波動砲を撃った時に漁港のようなものが見えており、デクと信楽が墜落した場所にも漁港のようなものが映っています。さらにスターが日本に来た時、合流予定地点から50キロ離れた海上で信楽と遭遇し、敗走する信楽が漁港のような町に逃げ込んでいることから、これらの町は同じ場所である可能性が高く、デクと信楽が戦っている場所は東京から西へ数十キロに位置する神奈川周辺の漁港で戦っていると推測できます。神奈川周辺だとすると上の句がかなり近いよね。群河山荘跡地から東へ向かっているオール・フォー・ワンに対して上の句で迎え撃とうとするステイン、そしてその間には愛知県周辺にあるタコバ競技場と仮設要塞トロイアでもヒーローたちの戦いが繰り広げられており、まだその様子は描かれていません。もしかしたらタコバ競技場やトロイアにいるヒーローたちもオール・フォー・ワンを止めるために上の句に集結するかもしれないね。もはや無敵の力を手に入れたオール・フォー・ワンを止めることは不可能に近いのですが、時間稼ぎさえできればオール・フォー・ワンは消滅する運命が待っています。なるほど、そこでステインの出番ってわけか。ステインの個性凝結は、ステインが血を舐めると全身が硬直するという時間稼ぎには最適な個性です。血液型によっては最大8分間動きを止めれる個性だよね。1分1秒が惜しいオール・フォー・ワンにとってステインは最大の脅威になるのは間違いありません。さらに参戦の可能性が高まってきているのは、ってこと。シエ8歳会については参戦が確実とされているオーバーホールとラッパ剣道が控えているのに加え、相手の時間を遅くする個性クロノシスタスを使えるクロノが生存しています。針で刺すとスローにできる人。オール・フォー・ワンにどこまで通用するかは分かりませんが、クロノの個性は脅威になるに違いありません。最後の光一が参戦するっていうのはどういうこと？ヒロアカのスピンオフビジランテの主人公であるハイマワリ光一は現在アメリカのプロヒーローキャプテンセレブリティのサイドキックとしてアメリカで活躍しているのですが、光一の個性も覚醒しており、
オール・フォー・ワンですら驚く未知のパワーを秘めています。オール・フォー・ワンも理解ができないって言ってたくらい意味不明な強さを持ってるんだよね。でもさ、光一がオール・フォー・ワンと戦うの？現在のオール・フォー・ワンは個性の力を極限まで引き出せる無敵状態になっています。そのオール・フォー・ワンに対抗できるとしたら全盛期オールマイトか光一くらいしかいないのではないでしょうか。いくら光一でも今のオール・フォー・ワンは倒せなさそう。そうですね。しかしビジランテの作中でも描かれているのですが、光一のモットーは本物のヒーローが来るまでの時間稼ぎと自分で言っている通り、真のヒーローたちが集結するまでの時間稼ぎとしてヒロアカ本編に登場する可能性は非常に高いと考察しています。光一が来たらめちゃくちゃ盛り上がるよね。でもさ、今はハリケーンのせいで日本に来られないんじゃなかったっけ？通常の飛行機ではまともに飛行することができませんが、風や炎の影響を受けなくなるキャプテンセレブリティの個性エアロダイナミックフィールドを使えば飛行機をハリケーンの影響なく飛ばせる可能性はあります。キャプテンはエアロダイナミックフィールドで豪華客船を包み込んでいたから飛行機も個性で保護できそうだよね。勇気ある報道陣の活躍で全世界に日本のヒーローたちの戦いは届いています。アメリカ政府が公にヒーローを派遣できない状態の今こそ法にとらわれないビジランテたちをパイロットになったロディが飛行機で引き連れてくるという展開が用意されているかもしれません。光一の地元だった鳴畑も東京近郊にあるから故郷を守るっていう理由で日本に来てくれるかもしれないし、ロディがデクのためにヒーローを引き連れてきたら涙腺崩壊してデクママみたいになっちゃいそう。ということで今回はヒロアカ最終章の展開考察をしてみましたが、いかがだったでしょうか。この動画が1000いいねを超えたらヒロアカの考察動画なんかも増やしていこうと思うので、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。プルスウルトラ